皆さん、韓国人は日本の一軒家を見るとびっくりします。なぜなら韓国では住宅の約 70% がマンションなのに対し、日本は住宅の約5割が一軒家だからです。ここで質問です。なぜ隣国なのにここまで住まいの形が違うのでしょうか？この動画を見ると日本人には当たり前すぎて気づかない日本の一軒家に隠された価値観が見えてきます。今回は5つのショック話しますね。1つ目、韓国人が最初に驚く庭の存在。2つ目、家と一体化した駐車場文化。3つ目、住宅街がまるで住宅展示場な理由。4つ目、日韓で全く違う理想の住まい。5つ目、実は一番衝撃を受ける日本の防災思想です。まず一つ目、庭の存在です。日本人からすると、いや、庭ぐらい普通でしょと思うかもしれません。でも、韓国人にとっては結構なカルチャーショックなんですよ。なぜなら、韓国では住宅の約7割近くがマンション、アパートというものです。特にソウルでは人口の大半が高層マンションに住んでますね。庭付き住宅ということはですね、高級住宅街のチョンダムドンとかハンナムドンのような超富裕層が持つようなイメージなんですね。だから僕が日本に来て驚いたのは、東京近郊を歩いていると、普通のサラリーマン家庭でも小さな庭があるということでした。しかもその使い方が面白いんですよ。ある家では洗濯物が風に揺れている。隣を見ると子供用プールがあったりする。その隣には家庭農園があったりする。さらに犬が走り回っている庭まであるんですね。韓国人からすると、ちょっと待ってください。その土地、建てずに使ってるんですね。なんかアニメーションみたいですね。みたいな感覚ですね。だから、空いてるスペースを見ると、俺建物もっと大きくしないのだったりとか、なんかマンション建てのよとみたいな感覚あるのかもしれません。でも日本はなんかそこでスイカ食べたり、水遊びしたりとか、犬が寝てたりとかしますよね。韓国人はなんか電卓叩いて、ここで家建てたら、なんかもっと広く使えるかもに、みたいな。二つ目はですね、駐車場文化です。日本では玄関のすぐ隣に駐車場がある家よくありますよね。この距離感驚きました。なぜなら韓国、先ほど言った通りマンション文化、アパート文化なんですけれども、車は地下駐車場か共有駐車場に停めるのが普通です。だから駐車してから家に歩いていて、そこでエレベーターに乗って自分の部屋に入るって形なんですね。だから日本の一軒家を見てると、車置き場っていうのも家の一部なんだなっていう感覚を持つんですね。しかもよく見ると駐車場には車だけじゃありません。子供の自転車、タイヤ、工具箱、なんかバーベキュー用品だったりとか、家によっては謎の植木鉢まで置いてある。もはや駐車場というよりかは小さな秘密基地感ありますよね。韓国の感覚ですと、車を置く場所と生活空間は別物。ところが日本では駐車場も庭も玄関前も全部まとめて我が家的な感じですよね。まるでアメリカ映画に出てくる郊外住宅みたいな形。だから駐車場込みで家なのっていう感覚を持つんだというふうに思いますね。3番目はですね、住宅街がまるで住宅展示場ということです。韓国人が日本の住宅街を歩いていると地味に混乱するんですよ。まず家のデザインが全然統一されていないということです。隣同士なのにまるで別の国の建物の場合もありますよね。特に地方へ行くとこういう傾向あると思うんですけども、黒くてスタイリッシュな家もあれば、真っ白な家もあれば、木彫、木目調で建てたナチュラルな家だったりとか、欧米風とか和風とか、気づけば5軒で5種類あったりするんですよね。でも、これね、本当に不思議なんですよ。なぜなら、各国でマンションを見ていると、なんか似てるんですよね。コピーペーストしたかって思うぐらいです。これは理由もあるかなというふうに思っていて、だってその建設会社が、例えば箱みたいな感覚で、この箱を標準化して、それを他のところで同じく建てれば、住む側としてもっと安く住めるっていうのがあるんですよね。だからそういうことに慣れてると、日本に来るとみんなが自分の個性を出してるシンプル派、火が好きとか、キャンプ好きそうみたいな。でももっと不思議なのは、一つの街として見れば、なんか不思議に調和してるんですね。こういうなんか不思議な個性の感覚が面白かったです。
4つ目はですね、日韓で全く違う理想の住まいってことですね。日本の方と住宅の話をすると、いつか一軒家が欲しいなっていう話をよく聞きます。庭が欲しい、駐車場欲しい、子供をのびのび育てたい、そういう理由があると思うんですね。ところが韓国では事情が違っていて、韓国の夢というのは、どんな家に住むかもちろん大事なんですけれども、どこの地域にあるマンションに住むかって話ですね。例えば、ソウルですと、カンナム区とか、ソチョ区とか、ソンパ区っていうところがあって、日本で言うと港区とか、渋谷区とか、杉並区とか、そういうところなんですかね。そういった地域に行くっていうのが良いってことですね。なぜなら、そういった地域に、会社とか、ショッピングする場所とか、飲食店全部集まってるから、とても便利なんですよ。そしてそういった地域の家の値段っていうのが、ずっと右肩上がりしてたので、心安堵なんですよね。あと、その一軒家よりマンションが楽なんじゃないみたいな考え方もあったりします。駅が近いとか、管理人がいるとか、ゴミ出し楽とか、セキュリティ高いだったり、そういった、日本もマンションみたいな感覚なんですよね。一方で、日本の方からは、庭が欲しいとか、隣を気にせず暮らしたいだったりとか、自由にリフォームしたいっていう声もあると思います。だからこの見ている方向性が違うんですね。韓国の場合ですと、便利性とか、資産価値重視だったりとか。でも日本は暮らしやすい、のびのびと生きるっていうことが思想の違いとしてあるのかなと思います。で、5つ目はですね、日本の防災思想ですね。これは来日してから、年が経つにあたって何度も驚かされました。日本で家を探している人を見ると、耐震登記はいくつですかとか、ハザードマップ確認したかとか、強水リスクはどうなんだとか、そういう会話もありますし、不動産側からここのハザードマップはこれでみたいなこと渡されたこと僕ありましたね。で、これを見たときに、やっぱり日本って震災がよく来るんだなってことを、そういった時に実感するわけなんですね。韓国ももちろん火事保険とかその防犯対策みたいなことはするんですけれども、日本ほど地震を前提に考える住宅とか非常口とか非常食を準備したりとか、そういったことに対する考え方、韓国はあんまりないんですよね。他は家の鍵も興味深くて、韓国はデジタルロック文化が強くてですね、鍵を持たないだったりとか、携帯で開けるだったりとか、暗証番号で開けるっていうのが一般的なんですね。でも日本はその物理的な鍵を使うじゃないですか。これももちろんいろんな理由はあると思うんですけども、もしもの震災の時に物理的に開けないといけないみたいな考え方もあると思うんですよね。日本は地震、台風、豪風とか自然災害が1年に1回以上は必ず出てくるから、そういうことに向き合わないといけない考え方が前提にあって、でも韓国はそういった震災っていうのは本当ないように近い状況ですから、どちらかというと大沢みたいなその大気の方なんですけれども、そういったことが違うから、家の作り方もそうですし、どの家に住みたいのかの違いも出てくるんだと思うんですね。で、今回お話ししたかったのはですね、日本の一軒家の構造とかデザインではなくて、その奥にある価値観なんだと思うんですよ。韓国人の僕が日本の住宅街を歩いていて驚いたのは、家そのものではなくてですね、何を大切にしているかが見えてくることでした。韓国では家を考えるとき、資産価値とか立地とか便利性を先に見る人が多い。一方、日本の場合ですと、一軒家に行って庭で遊びたいとか、車までその3秒しかかかんないだったりとか、安心して暮らせる地域だ。どう暮らすかみたいなことを大切にしているということも見えてきたんですね。だから、住む場所、住む空間を見れば、その国の人が何を幸せだと思っているのかが見えてくるのかもしれません。だから日本の住宅街、一軒家、マンションもそうなんですけれども、韓国人の僕にとってはとても小さくて、でも小さくても強いカルチャーショックとなっています。今日の話は以上です。ぜひ次の動画も見てきてください。以上、パクンでした。アンニョン。